はい、皆さんこんにちは。寺子屋忍者の岩沢です。寺子屋忍者では三田工房寺で茶道や華道の体験教室を行っております。はい、皆さんこんにちは。寺子屋忍者の岩沢です。今日は生け花の方を行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では今日はこちらですね。ちょっと長細いタイプの花瓶に生けていきたいと思います。こちらのお花が硫化デンドラになります。ちょっと面白いお花ですね。こちらドライフラワーとかにしてもすごく素敵なお花になります。こちらがデンファレですね。ランの一種になります。そしてこちらがバラになります。白いバラとこちらもバラになります。ちょっと八重になっているようなピンク色のバラを使っていきたいと思います。はい、では早速生けていきたいと思います。こちらですね。縦に長いものになりますので、長さをそのまま出して使っていきたいと思います。こちらですね。少し下の方の花瓶に入るところの葉を落としていきたいと思います。雑菌が増えやすいので、こういう余分な葉ですねは落とすようにいたしましょう。これぐらいにしたいと思います。下の部分ですね、水がよく上がってくるように斜めに切るようにいたしましょう。できるだけ鋭角に切るようにしましょう。はい、デンファレですね、少し長めに使いたいものから切っていくようにしましょう。バラですね、少し葉が汚いものを取るようにしましょう。こちらですね、バラなんですけれども、どうしても周りが傷みやすいので、周りの少し傷んでいるところですね、こういうところはもう取ってしまってもいいかと思います。こちらも鋭角に切っていきます。こちらも余分な葉は落としてしまいましょう。水が上がってくると葉もしっかりしてきますので、このまま少し残したいと思います。ピンク色のバラですね、こちらも葉を少し落としていきたいと思います。こちらもバラの葉を少し落としたいと思います。
ちらで完成です。はい、では今生けたこちらのお花の中からこちらの信楽焼の一輪挿しですね、こちらに生け替えていきたいと思います。通常こういった小さい一輪挿し用のお花ですと一輪二輪を小さめに生けることが多いんですけれども、せっかくこういった長いお花の場合どういうふうに生けるかっていうのをやっていきたいと思います。はい、ではこちらですね、デンファレ、こちらの綺麗なデンファレとちょっと差し色にこちらのピンク色の八重のバラを使っていきたいと思います。まず形を少し決めていきます。こういった信楽焼のいろんなところに凹凸がデコボコついているものなんですけど、どの形を使おうかなっていうので少し見ていきます。で正面を決めてしまいます。で、こちらですね、デンファレの方なんですが、せっかく長くて綺麗なのでこのまま使っていきたいと思います。こういった一輪挿しですと通常一輪とか二輪とか小さいお花ですね、だいたいこの花器に合わせて2倍ぐらいの高さとか、3倍ぐらいの高さっていけることが多いんですけれども、せっかくこのように長い綺麗なものがありますので、こういったものはこのまま長さを生かして生けていきたいと思います。イメージとしてはこういった形で差し色としてバラをこのような形に少し前傾にして生けていきたいと思います。はい、では早速こちらのデンファレを生けていきたいと思います。できるだけ茎のところですね、鋭角に切るようにしましょう。その方が水がよく上がってきますので斜めに切ります。そしてバラですね、こちらの八重のバラの方を少し前に倒すような形で生けていきたいと思います。こちらですね、もう一本バラを生けていきます。少し高低差をつけるようにしましょう。はい、完成しました。はい、では続いてこちらの花瓶に生けていきたいと思います。こちらの花瓶ですね、絵がいろいろ描いてありまして、ちょっとツタのようなものですとか白いお花、ピンク色のお花が描いてある花瓶になります。こちらの方ちょっと花瓶を意識しながら生けていきたいと思います。こちらのアンスリウムですね、こういった鉢に入っているものですとかお庭にあるお花もぜひ使って生けていただければと思います。はい、で花瓶が白いのでちょっと白を意識してこちらのバラですね、白いお花と白いバラとこちらの白いデンファレ、そしてこちらの先ほど使ったピンク色のバラですね、八重のバラと、あとアンスリウムですね、アンスリウム赤い色も入ってるんですけれども、今回ちょっとツタを意識して葉の部分だけを使っていきたいと思います。はい、では早速生けていきます。まず形を作りやすいものですね、こういったデンファレとか長いものから生けていきたいと思います。切り口は必ず鋭角に切るようにしましょう。その方が水が上がりやすいので斜めに切るようにしてください。そしてちょっと花瓶の中に入ってしまいそうなところとか花瓶にかかってしまうようなところがあればお花を落とすようにしてください。
形をどのように生けると綺麗かを見ながら生けていきます。少し高低差をつけると綺麗に生けられます。こちらですね、八重のバラの方もこちらのアンスリウムも何本か入れていきたいと思います。少し下の方に入れたいのでそんなに長くないものを使っていきます。こちらも切り口は斜めにするようにしましょう。またアンスリウムも生えてきますので切ってしまっても問題ありません。裏側が見えるようにわざとこちらですね、こちらが表で裏になるんですけれども、裏が見えるようにわざと生けることもあります。こちら側少し裏が見えるような形で生けていきます。はい、完成しました。はい、では次はこちらの美濃焼に生けていきたいと思います。こちらですね、いろいろ正面をこのような形で生けていただいてもいいですし、このように口を前と前後ですね、前後に生けていってもいいかと思います。今回はこのような形で前後で生けていきたいと思います。はい、でこちらが先ほど使った硫化デンドラですね。長さがかなりありますので、そうですね、もう少し短くしてだいたい倍に 2.5 倍ぐらいの高さにしていきたいと思います。こちらも切り口は斜めにするようにいたしましょう。水に入る部分は刃を落としていきます。ハサミでやってもいいんですけれども、このように簡単に手で取れるものは手でやってもいいかと思います。で、こちらの方少し赤みがかった色がありますので、こちらのアンスリウムですね、こちらを使っていきたいと思います。こちらも切り口は斜めにします。先ほど使ったアンスリウムの葉ですね、こちらの方を使っていきたいと思います。こちらですね、こちらもアンスリウムを使っていきたいと思います。何本かアンスリウムの方を生けていきたいと思います。赤と白が合うかなと思いますので、こちらのバラの方も使っていきたいと思います。どこに入れたら綺麗に見えそうかっていうのを先に考えながら生けていくといいと思います。
中でクロスしておりますのでお花が固定されて綺麗に見えます。ちょっとこちらの方長さを短くしたいと思います。ちょっとこれハサミが切れないものになっているので切り口が綺麗じゃないんですけれども、しっかりと研いだものを使うようにしましょう。はい、完成しました。ちょっと四方に広がるような形で生けていきました。はい、こちらで完成です。今日の動画はいかがでしたでしょうか。ぜひこちらの動画が気に入っていただけましたら、いいねと、はい、チャンネル登録をお願いいたします。はい、弘法寺のリンクなども貼らせていただきますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、どうもありがとうございました。